おはようございます。僕は今福岡県宗像市に来ています。宗像市は福岡市と北九州市のちょうど真ん中あたりに位置する町で、人口はおよそ9万6千人。そしてこの近くにあるのが世界遺産の宗像大社です。実は以前相島に行った時に宗像大社にも立ち寄ったんですが、その時に行けなかった場所が今回の目的です。ということで今回は宗像市を観光していきます。宗像大社は日本神話にも登場する日本最古級の神社の一つです。祀られているのは宗像三女神。神話で有名な天照大神の娘たちです。三姉妹の神様はそれぞれ3つの場所に分かれて祀られています。一番遠くにあるのが沖ノ島の沖津宮。この島は神宿る島とも呼ばれていて、今も立ち入りが禁止されている神聖な場所です。そして中間地点にあるのが大島の中津宮。さらに九州本土にあるのがここ宗像市にある辺津宮です。この3つの宮を合わせて宗像大社と呼ばれています。ここ辺津宮は市来島姫の神を祀る神社です。で、宗像三女神の姉妹のもう2人はまた別の場所で祀っています。今回はそこに行こうと思ってます。ただこの辺津宮にも、定義宮、定山宮っていうのがあって、これは、中津宮と沖津宮の分霊になっているので、そこにお参りすることで3つの宮に行ったことになります。他にも辺津宮には社殿のない古代の斎場、高宮斎場や展示品のほとんどが国宝の神宝館などもあって見どころ満載です。以前の動画で紹介しているので合わせて見てみてください。いやもう外が暑すぎて朝一でソフトクリーム買っちゃいました。美味しい。いや真夏日だと30分も外に出てらんないぐらい結構危険ですね。さすが宗像大社世界遺産なので平日の朝でも参拝客の人結構いますね。さて辺津宮にお参りしてきたので、今度は中津宮がある大島に向かいます。さあ続いて河野港にやってきました。ここは辺津宮からだいたい車で10分もしないで到着しました。でここから、大島に向けてフェリーで移動します。今フェリーに乗りました。思ったより乗客が多くてびっくりしました。さすが最大の島って感じです。福岡県には主に8つの離島があります。その中で一番大きな島がこの大島です。島民の数はおよそ540人。島の周囲は15キロ。河野港港からフェリーで25分で到着します。あっという間に到着しました。河野港と大島を結ぶフェリーは潮風と大島の2つあるみたいですね。ターミナル内にはお土産を買えるスペースもあります。ターミナルでレンタサイクルします。戻ってこられたらご自分の番号札のところにチェック入れていただいて。レンタルサイクルしました。大島は結構急な坂とかカーブが多いらしいので、ヘルメットを着用してくださいっていうふうに言われたのでこれでいきます。地獄のような暑さですが頑張ります。でもやっぱ自転車は気持ちいいですね。まずはもうお昼なのでお昼食べに行こうと思います。福岡の離島も島によって全然景色変わりますね。ちょうどお昼の12時です。少し走ったら海岸が見えてきました。あそこにはシャワールームもあるので、ここでは海水浴もできるのかな。ちっちゃな小島もあって景色がいいですね。カエルの水飲み場です。おお、
結構勢いいいね。昼食は港からも程近いキッチン階級へ。店内はこじんまりとしていますが、目の前には海水浴場が広がっていてロケーションが最高。このお店はホットサンドのお店で、今回は島で採れた天然の鯛を使った天然鯛サンドを注文しました。これが想像以上にボリュームたっぷりで、熱々でプリッとした分厚い鯛とシャキシャキのキャベツの相性が抜群。素材の味がしっかりと伝わってきてめっちゃ美味しかったです。キッチン階級でお昼ご飯を食べました。ホットサンドで1200円ってちょっと離島価格かなって思ったんですけど、ボリュームがすごくて満腹になりました。これから島内巡っていくための元気をもらいました。店員さんもすごくフレンドリーで優しい方でしたね。そして目の前にはビーチがありますね。大島のビーチ関須海水浴場ですね。目の前に見えてるのが夢の鞘島ですね。なんか鳥居があってちょっとした写真スポットって感じですかね。なんか苔玉の盆栽が海に浮かんでるみたいですね。さあ地獄のような暑さですが島内を巡っていきます。まずは中津宮の参拝に行きます。大島にある宗像大社中津宮にやってきました。中津宮のご祭神は多律姫の神。宗像大社中津宮は七夕伝説発祥の地とも言われていて、旧暦の七夕にあたる毎年8月には鎌倉時代から続く七夕祭りが行われます。ちょうど今七夕祭りの飾り付けが行われてますね。別宮と比べると境内はコンパクトですが、急な階段を登った先にある高台の上に建てられていて、木々に囲まれた静かな雰囲気がとても心地いい場所です。本殿から港が見えるのもいいですね。中津宮参拝できてよかったです。いやしかし暑いな。マジで暑すぎますね。ちょっとこの時期に来るのはなかなかしんどいかもしれないですね。この後さらにきついんですが、沖千島が望める場所まで行こうと思います。山の方には自販機とかもないらしいので、水とかは忘れずに持ってってくださいってみんな言ってたので、それだけは注意したいところですね。さあ行くぞ。まだ電動自転車のだけ助かります。いや夏の田舎っていう感じで暑いけどなかなか気持ちがいいですね。いや山すごっ。この場所すごい規模感を感じますね。いや景色すごいぞ。いやすごいね。この大自然の中にあるのがまた特別な空気感を漂わせてます。沖津宮は古来から参拝することはできないんですが、それでもやっぱりこういう風に両拝所を建てるってことは、それだけやっぱり拝みたいっていう気持ちがあったってことですよね。さあそしてこの先に、そしてこの50キロ先に沖津宮がある。天気は悪くないんですがちょっと霞んじゃってて、さすがに肉眼では見えないですね。このロケーションがまずすごいですね。沖津宮は行けませんが、でもそれでも大島まで来られてよかったですね。いやーすごい来た甲斐がありますね。さあ次はさらに上に登って大島の最高峰の御嶽山かなに登ります。2.2 キロか、大変だな。緩やかで長いタイプの登り坂ですね。きつい、暑い。これ普通に車で登るような、ね、山道ですね。ちょっと日陰で休憩していかないとさすがに登れないですね。あと700メートルらしいけど
いやしんどいな。いやきつい。しかもなんかクモの巣かかるしさ、クモの巣めっちゃかかるけど、もう汗だらけでどうでもいいようになってきた。なんかすごい気があるわ。あ、着いた着いた。いやもう無理。いやさすがにきついな。暑い。今すぐ海に飛び込みたいぐらい汗だくだよ。いやー間違いなく絶景なんだけど頭が回らないっすね。あー風もっと吹いてくれ。御岳山展望所に到着しました。ちょうど宗像市が見渡せてすごい絶景です。ただ来るのがあまりにも大変でしたね。ちょっとこれからの季節は下手したら熱中症になりかねないんで、なおさら容易には進められませんね。大島港からフェリーが出港したのが見えます。山が草木生い茂っててジャングルみたいで、なかなか景色が素晴らしいですね。御岳山には神社があります。さあとりあえず満足です。すでに足がパンパンです。牧場か。いやびっくりしたな。急に馬が現れました。本物の馬ではないんですが、いいね牧場。あ、本物の馬がいる。カナディアンキャンプ乗馬クラブ、結構全国的にある乗馬クラブですね。いや目の前にこんな近くに馬がいます。たてがみがめっちゃかっこいいな。いや助かりますね。水分補給所がありました。叫んでいただきます。すごい。こんにちは。かっこいいね。乗馬体験ができるみたいです。いや水分補給助かりました。ちょっと乗馬体験も魅力的ですが、とりあえず先に進みます。おーすごいね。見渡す限り大草原ですね。今御岳山の展望台から下ってさらに登って、大島牧場を通り過ぎて砲台跡のところまで来ました。ここには砲台跡と風車展望所というのがあります。でこれより先は自転車は乗り入れできないということなので歩きで行きます。緑と青のコントラストがいかにも夏って感じでいいですね。さあここが砲台跡ですね。まあこのチャンネルではもう何回も行っているところです。おおすごいね。いいね。司令室の下にはまた空間がありますね。弾薬庫ですね多分。いや本当になんか高原に来たって感じしますね。なんだこれは。なんかコマみたいなアート作品の芸術祭で展示されたものらしいですね。アート作品が砲台跡の遺構とかなり馴染んでますね。かっこいいわ。さあ砲台跡の頂上に登ってきました。いやここは一番絶景かもしれない。360度草原と海と絶景ですね。ちょっとフェリーの時間まであんまり残ってないんですが、せっかくなんで風車まで行きます。さあ見えてきました。風車と展望台。近くで見ると結構迫力あって怖いですね。
この先はもう完全に玄界灘の海と。いやー、これ見てください、ほらこの草原すごいよね。いや正直大島ここまですごいとは思わなかったな。なかなか非日常感がすごいですね。いや楽しかったです。本当に夏を感じるにはぴったりじゃないですか。この先の道をさらに行くと隠れキリシタンが使ってた洞窟とかがあるみたいなんですけど、ちょっとそこまで行く時間ないですね。欲しいな。いやしんどいですが港に戻ります。いや時間があれば乗馬体験したかったですけど、また今度ですね。じゃあね、馬さん。帰り道は圧倒的に楽ですね。よく登ってきたなって感じしますよ、我ながら。さあ帰ってきました。戻ってきましたよ。上りと下りで全然難易度違いますね。はっきり言って下りは速攻でしたね。いやーでも楽しかった。間に合うか心配でしたが、下りがあまりにも速くて間に合いましたね。いやフェリーの時間まであと10分ぐらいしかないですが、ちょっと港前にあるお土産屋さんに寄ります。海産系のお土産が買えますね。はい、ありがとうございました。あんまり時間がなくてゆっくり見れなかったですけど、気になったのをサクッと買いました。お願いします。はい、ありがとうございます。この港に戻ってきました。帰りのフェリー内は爆睡でしたね。本当は戻ってきてから道の駅の宗像とか行こうとしたんですけど、もう時間的に間に合わないのでまたの機会ということで、いい感じに日が沈んできたので最後夕日でも見て帰ろうと思います。ちなみに最後大島のお土産屋さんで駆け込むようにして買ったのがこの2つです。大島の塩を使ったこしあんのもなか、これなんかテレビに載ったらしいです。あと大島の、甘夏を使った甘夏汁。まだ少しだけ時間があるので行けるところを回っていこうと思います。河野港と宗像大社からだいたい10分ぐらいで行けるところにある新原野山古墳群にやってきました。なんですが天気が急変してめっちゃ雨が降ってきたので、ちょっと残念ながら外に出られない感じですね。雨がちょっと止んできたのでサクッと紹介します。一見すると何の変哲もない田んぼっていう感じなんですが、ここも世界遺産宗像大社の構成資産の一つです。興津宮と興津宮の妖拝所で、中津宮と辺津宮、そしてここの新原野山古墳群ですね。沖ノ島は行けないので今回ここに来たことで全部行ったことになります。なのでせっかく宗像大社観光してもし時間があるなら、ここまで来てみた方がいいと思いますね。ちょっと川頭がすごいんですが、ここは5、6世紀頃の古代豪族宗像氏が作った古墳なんだそうです。でその宗像氏が宗像三女神を3カ所で祀るという形を取ったらしくて、それが続いてるってわけですね。なんでもこの田んぼのエリアは昔はこの辺りまで玄界灘があったそうで、そういうことからも、海運とかのご利益がある宗像大社っていうわけですね。で実際ここからもかろうじて玄界灘を望むこともできます。行ってみれば本当に何もない田んぼって感じですが、かなり視界は開けてて見栄えはいいので、宗像大社に合わせて来るのもいいと思います。ここは宗像市ではなくて宗像市の隣の福津市という場所ですね。そんな宗像市が築いた古墳が、41基あるそうです。前方後円墳とか円墳、教科書で習うような古墳とかも見られるそうです。この高台から見るだけでもいくつか確認できるので、それだけでもいいと思いますね。ここには案内所もあるので
多分土日とかはここでボランティアのガイドさんとかが常駐してるんじゃないですかね。こういった場所はそういったボランティアガイドさんとかの話を聞くのが一番間違いないですね。雨も通り雨みたいな感じでちょうど止んで、なんとか外見られたんでよかったです。さあ最後にやってきたのは福間海岸です。さっきまでの雨が嘘のように晴れてます。この場所は3キロにわたって遠浅の海岸が続いている夕日が綺麗なスポットとして知られています。今は6時ですが結構日が高いですね。まだでもちゃんと光の道が現れていて綺麗です。以前の動画にも上げている宮地嶽神社がこの福津市にあるんですが、その参道がまっすぐ海に伸びていて、そこを下っていくとこの海岸にたどり着きます。なんだかんだで綺麗な夕日が拝めて最高です。ということで今回は宗像エリアを観光してきました。行きたかった大島に行くことができてとても良かったです。想像以上に広くてなかなか見どころがたくさんありました。で、思った以上に大自然で、そういった離島ならではの魅力も思う存分に感じることができました。ただ電動自転車よりはなんかレンタカーとかもあったので、僕みたいに自転車で汗だくになるよりも、これからの季節だったらレンタカーとかバスとかもあるので、そういった手段を使えばもっと効率よく回れると思います。こういった離島ならではの大自然とか非日常感を都市部から割とすぐアクセスできてしまうっていうのも福岡のいいところですよね。離島8つありますが、全部行ってみたいなと思います。この動画が参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。